1969年アラスカ沖、海中から突如現れた巨大な発光体が時速1万キロを超える速度で宇宙へと消えた。彼の名はダン・ウィリス。元アメリカ海軍の最高機密通信兵であり、元 ABC ニュースの報道マン。この遭遇事件が彼のその後の人生を動かし、そして人類を取り巻く巨大な情報統制システムを暴こうとする戦いへの引き金となった。そして2026年6月14日、彼はこの世を去った。亡くなるわずか18日前、彼は親しかったジャーナリストの友人に未来へのメッセージを書き残していた。私は生き延びるために戦っています。完全な真実が明らかにされなければなりません。乗っ取られた私たちの惑星を解放するために。彼が本当に伝えたかった世界の真実とは何だったのか。そしてなぜ彼のような告発者の周りには常に不可解な沈黙の連鎖がつきまとうのか。それは彼らが100年かけて作り上げた認識のマトリックスが根底から崩れてしまうからだった。皆さんこんばんは。コードネーム D と申します。今夜この動画で触れるタブーは、先日この世を去った元米海軍の極秘商人ダン・ウィリス氏です。彼が自ら残した記録は書籍にして1500ページ超、約275万文字に及ぶ膨大なものです。私はそれを約1週間かけて読み漁りました。ウィリス氏は私が生まれる前の1969年からこの分野を独自調査してきた人なので、一度は見ておくべき価値があるでしょう。彼の膨大な情報から彼が浮かび上がらせようとした世界の構造を私なりの分析を交えてお届けします。ここで動画の本編に入る前に、ウィリス氏が自身の執筆リサーチの冒頭に必ず掲げていたある重要な基本スタンスを私は皆さんにそのままお伝えしておきます。ダン・ウィリス氏の残した資料を見ていくと、一つの疑問について徹底的に考察しています。それは主流メディアを通じて合意された現実を誰がコントロールしているのか、そしてなぜ彼らは地球外の真実を明らかにすることを恐れているのかというものです。そして私が注目したポイントは、この資料に書かれていることを全て信じるよう求めているわけではなく、むしろ各自の論理で疑問を持ってほしい。そしてこの質問に対する答えは、もちろん最終的にはあなた自身が決めなければなりませんと書かれているところです。そう、これからお話しする情報の断片をどう受け止め、何を現実とするかはテレビや誰か他の人間ではなく、最終的に動画をご覧になっているあなた自身が判断するということです。それでは早速本編にいってらっしゃい。彼が歴史にその名を刻んだのは2001年5月9日、ワシントン DC のナショナルプレスクラブで開催されたディスクロージャープロジェクトの記者会見でした。彼は人生のすべてをかけて壇上。My name is Dan Willis. I was in the United States Navy. I held a top secret crypto level 14 extra sensitive material handling security clearance. I worked in the code room at the Naval Communications Station in San Francisco. In 1969, I received a priority message from a ship near Alaska that was classified as secret. The ship reported emerging out of the ocean near port bow a brightly glowing reddish-orange elliptical object approximately 70 feet in diameter. この時、彼の身に何が起こっていたのでしょうか。冷戦の緊張が世界を覆っていた1969年、この日の出来事が彼の人生を永遠に変えてしまいました。ダン・ウィリス氏が勤務していたサンフランシスコ海軍通信局ラフ&レディ島は、サンフランシスコから約120キロ内陸、河川に囲まれ孤立した島に置かれた世界で最も多くの軍事暗号が飛び交う最重要施設。ある夜、彼のテレタイプが最優先の極秘電信を印字し始めた。自らその暗号を解読したダンは、
そこに記された内容に目を疑うことになる。アラスカ沖を航行中、船の左舷海中からオレンジ色に明るく輝く直径約70フィート、約21メートルの楕円形をした未確認物体が突如として浮上。水面を引き裂いて出現した物体はそのまま垂直に宇宙空間へと超高速で上昇した。物体の飛行速度は船のレーダーによって時速約7000マイル、時速1万キロを超える超高速であることが裏付けられている。ダンはこの衝撃的なメッセージを受信した直後、ベトナムでの戦闘任務に赴くことに。過酷な戦場を生き抜く中、退役後の人生においてもこの公式記録が彼の脳裏から離れることはなかった。後に彼はこの公式記録を裏付ける資料として電信の写しを入手しようと試みた。しかし海軍作戦部長室から届いたのは一定期間しか保管されないため、そのメッセージはすでに破棄されたという冷酷な通知だった。なぜこの事件はこれほど徹底的に国家によって隠蔽され、歴史から消し去られなければならなかったのでしょうか。ビリス氏が当時極秘電信の内容をコピーして手元に残すことを躊躇した裏には、アメリカの歴史的な法制度であるスパイ活動法という極めて重い現実がありました。この法律は国家の防衛や安全保障に関わる秘密情報を権限のない者に漏洩したり個人的に保持したりすることを厳格に禁じた。当時の法規定によれば、もし彼がその極秘情報を外部へ持ち出そうとすれば、それは重大な犯罪とみなされ、最大で10年以上の懲役刑、あるいは場合によっては終身刑という人生を完全に奪い去るような重い処罰が課される可能性があった。これは私の考察ですが、彼らが本当に恐れたのは、その物体が宇宙から降ってきたことではなく、私たちの足元、すなわち深海から昇ってきたという事実そのものではないでしょうか。私たちはメディアや教育によって UFO は遠い宇宙からやってくるものという常識を刷り込まれています。しかし実際にはこの地球の深海に現代科学をはるかに凌駕する拠点や超テクノロジーが存在している可能性をこの軍の極秘電信は示唆しています。宇宙という抽象的な空間よりもすぐ隣にある海の真実を暴かれる方が彼らにとってはるかに都合が悪いかもしれません。なぜなら私たちが日々高い電気代や化石燃料の利権に縛られている現実は、実は半世紀以上も前に技術的にはクリアされていた人為的な不自由なのではないかという社会システムそのものへの根本的な疑問につながってしまうからです。アラスカ沖から昇った時速1万キロの物体、その極秘記録が国家によって抹消された事実。彼にとってこれが最初の現実のバグだった。1969年に彼の身に起こったこの事件がきっかけになり、独自で調査を開始。しかし彼の真の功績は、このバグがなぜ傷口のように組織的に隠蔽され、私たちの知覚から消し去られているのか、その支配システムそのものを暴こうとした点にある。海軍を退役したダンは1970年代後半、ABC ニュースの報道マン、そして FM 局のチーフ技術放送ディレクターとしてメディアの内側に潜入。そこで彼はさらなる決定的な知覚のバグに遭遇することになる。当時ニュースルームには UPI と AP という2つのテレタイプ端末があり、そこから流れてくる文字をそのままニュースキャスターが読み上げていた。一見自由で公平な報道に見える。しかしダンは冷酷な真実に気づいた。大衆にニュースが届く前に都合の悪いファクトは裏で巧みに変更され、握りつぶされていたのを目撃。現場の若い記者たちは自分たちが読み上げる原稿が事前に無害化されていることすら知らなかった。なぜこれほど完璧な情報統制が可能だったのか。彼が独自調査を行い、点と点をつないでいくと、100年以上前に仕掛けられた歴史のバグに突き当たります。ダンの分析における最大の核は、まさにこの1900年以降の出来事を徹底的に調べ上げ、時系列で追っていくことにありました。
バラバラに断片化された歴史のパズルのピースを年代順に並べ直すことで、彼らが必死に隠そうとしてきた歪んだ全体像が誰の目にも明らかなロードマップとして浮かび上がってくると彼は確信していた。ダンの分析によれば、最初の大きな分岐点は1900年。天才科学者ニコラ・テスラが増幅送信機の研究中に宇宙からの規則的な電気信号を受信した。これはこれまで検出された最初の宇宙からの無線信号で、彼がカウントコードと呼んだパターン上の信号だった。テスラ自身、地球外文明からのメッセージであると確信し、人類の輝かしい未来に胸を躍らせていた。しかしそのわずか5年後の1905年、人類の技術進化は簡単に打ち砕かれた。テスラのパトロンであった金融王 JP モルガンは、テスラが進めていたウォーデンクリフタワー計画が世界中に送電線なしで無料のフリーエネルギーを供給する目的であることを知った瞬間、即座に資金提供を打ち切った。モルガンは、課金して管理できないエネルギーなど一銭の価値もないと言い放ち、研究施設を解体。テスラは歴史の表舞台から消し去られ、教科書はエジソンなどの功績ばかりを称えるように。なぜ JP モルガンはテスラの技術をここまで徹底的に弾圧しなければならなかったのでしょうか。あなたはこれを単なるビジネスの凶暴対策だと思いますか？彼らが本当に恐れたのは、フリーエネルギー技術が普及することで自分たちが築き上げた資源の独占と、それに基づく人類の支配構造そのものが根底から失われることだったのではないでしょうか。誰もが自宅で無限のエネルギーを手に入れられる世界は、大衆にとっては天国ですが、支配層にとっては人々を縛る物理的な鎖を失うことを意味します。彼らは自らの帝国の延命と引き換えに、地球環境の救済と人類の劇的な進化の可能性を100年以上も前に不当に封印したというグラフィックが浮かび上がってくるのです。エネルギーの鎖を強固にした支配層は、システムを完成させるために次の矢を放つ。それが1913年の連邦準備制度 FRB の設立。国際金融資本家たちの手によって民間の銀行でありながら米国の通貨発行権を独占し、国家を借金漬けにする債務奴隷システムが完成。金融とエネルギーの支配を完了した彼らが最後に手に入れたのが、大衆の脳内をコントロールするためのインフラ、すなわちメディアだった。1917年、JP モルガンやロックフェラーらはアメリカの主要な25の新聞社を買収。自分たちが配下に置いた編集者を送り込み、何がニュースとして配信され、何が検閲され握りつぶされるべきかという情報開示のガイドラインを裏から決定し、強力な認知統制インフラを確立。そしてこの構造は100年後の今も形を変えて存続しています。むしろより巧妙に、より完璧に進化した。1983年、アメリカには50社以上の独立したメディア企業が存在していました。しかし1996年に制定された電気通信法による規制緩和をきっかけに、メディアの統合は加速。現在アメリカの主要テレビ局を所有する親会社はわずか数社にまで集約されている。 ABC、NBC、CNN、CBS、FOX、 そしてこれら全ての親会社において最大の機関投資家としてなぜか同じ名前が繰り返し現れます。ヴァンガード、ブラックロック、ステートストリート。ヴァンガード、ブラックロック、ステートストリート。ヴァンガード、ブラックロック、ステートストリート。しかし彼らがいるのはメディアだけではない。テクノロジー、製薬、エネルギー、軍需産業、金融、航空。S&P500 に上場するアメリカ企業の実に 88% で、この3社が最大の株主として名を連ねている。あなたが朝見るニュース、処方される薬、車に入れるガソリン、そして戦場に届く兵器。その全ての企業の最大の株主が同じ3つの名前。これは単なる陰謀論ではなく、SEC に提出された 13F ファイリングで誰でも今すぐ確認できる公開されたデータです。歴史をこのように年代順に並べ直したとき、何が見えてくるでしょうか。テスラの技術圧殺、1905年。
通貨発行権の強奪1913年、主要メディアの買収1917年。これらはすべて独立した歴史の出来事ではなく、大衆をお金とエネルギーで物理的に拘束し、その不都合な真実をメディアという情報検閲システムで隠蔽するための極めて緻密に計画された支配インフラの構築プロセスのようにも見えます。私たちがこれが世界の常識だ、ニュースが伝える現実だと信じ込まされている現実は、この1900年代初頭に歪んだ土台の上にデザインされた偽りの世界観、つまりウィリス氏が言う知覚マトリックスです。しかし、どんなに完璧に作られた欺瞞のプログラムであっても、時系列の事実という冷徹なファクトの前には必ず辻褄の合わないバグが露出します。真実の良いところは自らを証明し続ける力があることだと彼は語っていた。彼が1900年以降のタイムラインにこだわり続けたのは、この歴史のバグを人々に示すことで、押し付けられた偽りの現実に私たちが無意識に与えてしまっている同意を取り消し、本来の主権を取り戻させるためであったと私は認識しています。1900年代初頭に完成した金融、エネルギー、メディアによる支配インフラ。この巨大なマトリックスに対して彼が真っ向から戦いを挑んだ歴史的なイベントが2001年5月9日ワシントン DC のナショナルプレスクラブだった。それが先ほど紹介したディスクロージャープロジェクトの世界開示会見である。この時登壇したのは軍、情報機関、宇宙関連の極秘任務に携わってきた厳選された21人のプロフェッショナルたち。彼らの背後には同じく証言する準備ができている500人以上の退役軍人や政府関係者が控えていた。会場は世界各国の主要メディア22台のカメラで埋め尽くされ、ライブ配信はナショナルプレスクラブの歴史上最も多くの人々に視聴される記録的な会見となった。しかし、この歴史的な会見の裏ですでに巧妙な罠が仕掛けられていたという。会見が始まると同時に外部から意図的な電波妨害が仕掛けられ、最初の1時間はライブ配信が完全に遮断。さらに不気味だったのは翌日からの大手メディアによる報道のあり方だった。この会見の夜、ワシントンのホテルでダン・ウィリス氏は興奮と確信に満ちていた。明日の朝、世界中の新聞の一面はこのニュースで埋め尽くされ、テレビは臨時ニュースを流し続ける。人類の歴史は今日ついに変わったのだ。しかし、翌朝彼が目にしたのはあまりにも予想外の展開だった。大手メディアが一斉に使ったのは、情報機関がリミテッドハングアウトと呼ぶ極めて洗練された情報操作テクニックです。これはどうしても隠しきれなくなった不都合な真実に対し、その一部、つまり大衆にとって無害な部分だけをわざと開示して、人々の関心を引きつけ、本当に隠したい核心部分から目をそらさせるという手法です。大手メディアは不自然なほど足並みを揃え、この会見の内容を無害化した。彼らは会見で最も重要だった政府のチェックを受けない違法な裏プロジェクトの存在や、隠蔽されたフリーエネルギー技術による環境エネルギー危機の根本解決という最も核心に迫る部分を全てきれいにカット。そして会見の要点を単に、私たちは孤独ではない、UFO の存在を証明してほしいと願う元軍人たちの会見というありふれたオカルト論争へと導くように報道。実際プロジェクトを率いたグリア博士のこれらは反重力システムによるものであり、私たちはすでに機密プロジェクトでその動作原理を解明しているという最も具体的で重要な結論の部分は見事にカット。これと同じ不条理な知覚のコントロールにダン・ウィリス氏自身も直面することになります。会見から2週間後、彼は CBS ニュースの特別番組の個別取材を受け、カメラに向かって、我々はエネルギー危機の解決策をすでに持っており、フリーエネルギー技術が50年以上も抑圧されてきたことを証明する科学者たちを議会に連れて行く用意があると熱弁しました。インタビュアーはこの解決策の部分を必ず放送に含めるとダンに固く約束した。
しかし放送前日、ダンの留守番電話にその担当レポーターから非常に申し訳なさそうな謝罪のメッセージが吹き込まれていた。本当に申し訳ありません。制作上深刻な問題が発生しました。上層部から強制的な圧力がかかり、エネルギー危機に関する発言の部分を全てカットされてしまったのです。ただ、UFO の公聴会を求める元軍人のニュースとしてはまともな内容になっていますから。さらにこの情報操作にはリミテッドハングアウト以上に狡猾で大衆の心理を冷酷にハックする別の罠が仕掛けられていました。それが彼らがギグルファクターと呼ぶ意図的な世論のジョーク化です。例えばサンフランシスコの地方局では本番前にスタッフやキャスターたちに対し上層部からあの会見はとにかくバカにして笑い物として報じろという明確な指令が下っていたのをダンは確認していました。UFOs and energy. Let's get to the big story. Let's go to Shaq. He's an extraterrestrial. No kidding. Solve the world's power problems. That's right. 視聴者の脳内にこの話題を真面目に語るやつは頭のおかしい笑い物だという無意識の恥の感覚を植え付ける。これこそが大衆自らに思考を放棄させ、真実の探求から自発的に手を引かせる最も強力なマインドコントロール。しかしこの話にはまだ語られていない最も暗い章があります。なぜ彼らは UFO の存在を隠すだけでは飽き足らず、証言者たちの声そのものを奪う必要があったのか。それは隠されているものが単なる空飛ぶ円盤の目撃談などではなかったからです。2026年6月14日、ダン・ウィリスは静かに息を引き取った。さらに SNS ではこの訃報を聞きつけた人々からは悲痛な叫び声が上がっていた。また一つの図書館が焼け落ちた。穏やかで優しく謙虚な男だった。進行の早いガンと戦っていたなんて全く知らなかった。ボーゲルクリスタルについて尋ねたら何時間もかけて一つ一つ丁寧に答えてくれた。など彼の人柄が伺えるコメントが多く寄せられ、深い悲しみに包まれた。この分野で主張する人々は必ずと言っていいほど批判的な意見が散見されますが、ダン・ウィリスを個人として批判する声はほとんど見つかりませんでした。そして亡くなるわずか18日前、彼は親しいジャーナリストのある女性の SNS に最後のメッセージを書き残していた。死を目前にした男が最後の力を振り絞って綴ったとされる言葉。そこには背筋が凍るような記述が存在していた。私は2001年にナショナルプレスクラブで NASA が写真から UFO をレタッチで消去していた件について私と共に証言したドナ・ヘア氏とは親しい友人でした。その後、彼女は自身の身に深刻な危険、度重なる不当な圧力が迫っていることを明かしました。彼女は深く怯え、監視を恐れてインターネットでの連絡を拒否し、代わりに郵便で手紙を送ってきました。度重なる不可解な圧力を生き延びてきたと。そしてその手紙を受け取った後、彼女は急激な体調の悪化に見舞われ、表舞台から姿を消すことになりました。カール・ウルフ氏は月の裏側に関する重大な記録を明かした後、自転車での移動中にあまりにも不可解な交通事故に遭遇しました。私の友人マーク・マッキャンディッシュ氏は2021年の公聴会で1950年代から特殊な飛行体が存在していたと証言する予定でしたが、その公の場で決定的な証言を行う直前、不条理な最後を遂げることになります。公式には自ら命を絶ったと処理されましたが、そのタイミングはあまりにも不自然でした。私の海軍時代の証言は、海底の拠点や海から出現する未知の飛行体を記録した米海軍の艦船や極秘報告書に関する膨大な証言に比べれば、ほんの些細なものに過ぎません。最近、私は人々がメドベッドと呼ぶ医療ホログラフィック科学の分野について客観的な発言を続けており、スウェーデンなど国際的な場でも講演を行ってきました。しかし偶然にも、今や私自身も急速に進行する深刻な癌を患っています。
私は生き延びるために戦っています。私たちの惑星を解放し、完全な真実の下で他の星の国家と手を結べるようにするためには、完全な真実が明らかにされなければなりません。不可解な事故、突然の悲劇、そしてあまりにも急速に進行する体調の悪化。2001年にワシントンで命を懸けて真実を語った証言者たちが、まるで足並みを揃えるかのように次々と沈黙を余儀なくされていったと、ダンはメッセージを残しています。もちろん公式にはそれぞれ個別の事故、病気として処理されています。もしかしたらそれらは偶然起こったのかもしれません。しかしこれだけのタイミングが同じ目的を持った人々の周りに集中するとき、それでもただの偶然だとあなたは言い切れるでしょうか。このメッセージの真偽を確かめるため、私はこのジャーナリストの女性の投稿を調べてみました。するとこのメッセージを SNS 上で受け取ったジャーナリストの女性は、視聴者からの元の投稿はどこにという問いに対し、次のようにコメントを残していました。彼の元のメッセージをコピーして自分のファイルに保存しました。その後、脅迫を受けたため投稿を削除しました。ここでは彼女にこれ以上の監視や有形無形の圧力が及ぶのを防ぐため、ここではあえて彼女の個人名を伏せることにする。実は私は彼が急速な体調悪化を患っているという情報を、彼が亡くなる前の6月上旬に別のルートからすでに聞いていました。それから数十日後には彼の訃報が届いたので、私はその事実をしばらくは信じることができませんでした。この情報を届けてくれたのは佐野美代子さんです。彼女はザ・シークレットの翻訳者として知られ、世界中の研究者や関係者への取材を通じ、海外の最前線の情報と日本をつなぐ橋渡し役をされている方です。そして私は佐野美代子さんが2024年に出版した書籍トゥルースシーカーズ3を読み返していました。この中で佐野美代子さんは生前のダン・ウィリス氏に直接インタビューを行っています。そこで彼は技術隠蔽の実態についてこう語っていました。アメリカ特許庁にはフリーエネルギーや反重力など基地の物理法則に反するとされる発明の承認を保留するシステムが存在し、国家安全保障を理由に抑制された発明の数は5100件以上。その中には多気温エネルギーや反重力推進など人類の文明を飛躍的に進化させる可能性を持つ技術が含まれる。こうした発明に関わった者たちが脅迫を受け、表舞台から姿を消した者もいる。彼自身もまた複数の発明を世に送り出すことを断念したと明かし、その理由もはっきりと書いてあった。闇の勢力が排除されない限り、それは無駄なのだ、と。私はここでダン・ウィリスが絶対に消されたのだと断定することはしません。私たちは考察し推測するしかないでしょう。もし仮にそのように憶測するならば、彼がただの考察者ではなく特殊な技術を持った人物であったからだとしたらどうでしょうか。彼は IBM のシニア研究科学者であったマルセル・ボンゲル博士の直接の協力者としてクリスタル技術とエネルギーの共同研究に携わり、実際に複数の発明技術を保有し形にできる人でした。なぜ元海軍の通信兵だった男が人類の文明を変える技術を作れるようになったのか。メディアによる情報操作の裏でウィリス氏はさらに驚くべきエネルギーの真実へと導かれていきます。それがクリスタル技術です。1977年のある日、ダン・ウィリスの体に突然異変が起こり、彼の人生を新たな方向へ導くことになる。それがクンダリーニの覚醒。体と精神、そして霊的な潜在エネルギーの爆発的な目覚め。それは催眠対抗のプロセスの最中に突如として起こった。目を閉じた状態のダンの前にある存在が現れた。それは頭部と目が大きい、明らかに人間ではない知的存在。その存在は空間に光る幾何学的な球体を投影した。ダンの記述によれば、その存在は手足に電気が走るような強烈なエネルギーとともにテレパシーで
意識とマトリックスの幾何学構造の関係性を伝えてきたというのだ。当時のダンにとってはひたすら膨大な愛の周波数を放ってくる未知の存在。球体を観察していると、新生幾何学と呼ばれる科学的な形状は次々と別のパターンへと接続されていき、彼はこのリアルな体験を通じて、私たちが活動しているこのマトリックスの本質を理解する鍵がここにあるという強烈な確信を抱くことになる。ここで驚くべき歴史の符号が重なる。ダンがこの不思議な体験をしたのとほぼ同時期に地球の裏側で全く同じ体験をしていた人物がいました。それが先ほど名前を出したマルセル・ボーゲル博士です。ボーゲル博士は IBM に在籍したシニア科学者であり、私たちが日々目にするパソコンやカラーテレビの液晶ディスプレイの磁気コーティングに関する特許を140件も保有していた正真正銘の天才科学者です。その最高峰の頭脳を持つボーゲル博士もまた聖なる山の頂上でダンと同じ目覚めを体験していた。そして博士は水晶の幾何学的構造と人間の意識を科学的に結びつけた地球上で唯一の科学者となりました。地球の反対側にいた2人の人間がほぼ同時期に同じ覚醒を経験し、引き合うようにして出会い、共にクリスタルと意識の科学を研究し始めることに。このように日々私たちが日常で使っている電化製品などの技術も元をたどれば地球外からの贈り物だと想像すればちょっと面白くなってきます。しかしこの出来事はただの偶然だと思いますか？メキショの基礎を築いた偉大な科学者がなぜ元海軍の通信兵のダンを信頼し共同研究者として招き入れたのか。それはダンが受け取った新生幾何学の概念がボーゲル博士の持つ科学的実証と完全に融合したからです。ダンは単なる UFO の目撃談を語る人ではありませんでした。その領域からもたらされた知識を地球の最先端科学と結びつけ、実際に動作する技術へと昇華させていった形にできる人間だったからこそ、ボーゲル博士は彼を相棒に選びました。だからこそ既存の利権構造を守りたい人々にとって彼の存在は放置できなかったのではないか。そうした仮説が彼の残したデータから浮かび上がってきます。ダンが持っていたのは単なる円盤を見たという証言ではなく、この惑星の支配構造を根底から変えうる技術そのものの鍵だったのかもしれません。ここで一つだけ皆さんにお伝えしておきたいことがあります。ダン・ウィリスという男の生き方についてです。彼は奥さんのレベッカさんと2人ですでに20年以上もアメリカの山の上でオフグリッドの生活をしていました。太陽光だけで自給自足し、光熱費がかからないだけでなく、災害にも強いドーム型の家です。彼は電力会社の送電網から完全に切り離された場所で自分たちの暮らしを20年以上続けていたそうです。この事実に私は強い衝撃を受けました。多くの人は理想を語りますが、彼は自らの理想を生きていたと感じました。20年間の暮らしそのものが彼の証言だったように私は思います。テスラが望んでいた送電線もいらない、電気代もいらない世界、それを100年前に潰したシステムに対し、ダンは自分の家というミクロな世界ですでに同意を取り消し、未来を生きることで無言の抵抗を示していたのかもしれません。そして私は彼を調べていくうちに気づいたのは、彼の活動には金銭が流れている形跡がほとんど見られないということです。電気代もガス代もないクリーンな山の中で健康的な食事をとりながら静かに記録を書き続け、同じく真実を求める人々へ無償で情報提供をしていました。無償で活動することが必ずしも善であるとは私は信じていません。しかし一般的な感覚の人ならリスクを前にして金銭の見返りなしに動くことは現実的に難しいのではないでしょうか。そして彼のこの見返りを求めない誠実な姿勢と命を懸けた告発はある一人のアーティストの心を動かしました。その人物の名はダグ・オールド氏。オールド氏は自らのキャリアや家族、時には命さえも危険にさらしながら社会のために不条理な現実を告発し続けた真実の目撃者たちに光を当てるため100人の肖像画を描く壮大なアートプロジェクトを行っていました。
その栄えある100人の一人としてダン・ウィリス氏の肖像画が選ばれていました。ジョン・ F ・ケネディ元大統領をはじめとする世界の歴史の裏側を告発しようとした勇気ある人々と並び、そこには彼の誠実で強い眼差しがキャンバスに刻まれていました。もしあなたが今信じている現実は本当にあなた自身が選んだものですかと聞かれたらどう答えるでしょうか。テレビが見せた現実、教科書が教えた歴史、社会が押し付けた常識、それらにあなたは同意していますか。彼が生涯をかけて私たちに突きつけ続けたのはまさにこの問いでした。誰が主流メディアを通じて合意された現実を支配しているのか、そしてなぜ彼らは地球外生命体の実態に関する真実を明らかにすることを恐れているのか。彼は答えを押し付けなかった。正しい答えよりも正しい問いを立てることの方が重要だ。それが彼の一貫した思想だったように私には思えます。そしてダン・ウィリスはその問いを投げかけるだけでなく、人類を恐怖から解放し、本来持っている意識の力を覚醒させて、地球の未来をよりよくエンパワーメントすることに生涯を捧げた人物でした。だからこそ彼が残した記録を客観的に検証し、そのメッセージを風化させてはならないと思い、今この動画を公開しました。冒頭の方でお伝えした通り、彼の残した情報は膨大で、ここで紹介したのはごく一部だけです。しかし残念なことに、彼が残したメモ帳代わりに使っていたとされる膨大な資料へのリンクをここに貼ることができません。なぜなら、この動画やチャンネル自体がバン対象になってしまうリスクがあるほどの内容になっているからです。ただ彼が残した YouTube 動画や先ほど紹介した佐野美代子さんの書籍トゥルースシーカーズ3などは概要欄のリンクから確認できます。あなたの目で確かめてみてください。近年 UFO や未確認異常現象 UAP に関する情報の機密解除への動きは世界中で加速していますが、2001年にナショナルプレスクラブで証言者たちが求めていた情報開示がついに公式に実現し始めています。彼が長年上げ続けた声は時を経て実現したのかもしれません。一人の人間の声は小さく感じられるかもしれない。嘲笑され、無視され、沈黙させられるかもしれない。しかし、その声が止まなければ、やがて歴史の風向きを変える大きな嵐になり、今、私たちが目撃している現実の変化は、ダンのような先駆者が命を懸けて羽ばたき続けた、その風が巻き起こした結果なのかもしれません。もしかしたら、ダン・ウィリスという一人の男が本当に伝えたかったのは、UFO でも、地球外生命体の存在でも、エネルギーの問題でもなく、優しさを持って行動することで、未来を変えることも可能になる、ということを私たちに示していたのかもしれません。私は、魂には帰る場所があると信じている者の一人です。今、深い悲しみの中にいる彼の妻、レベッカ・ウィリスに祈りを捧げるとともに、ダン・ウィリス氏には安らかに眠ってほしいと心から願います。